で、この上にビンディングを乗せるの。カントっていうのが斜めになる。これをカントで言います。はい。こうと、こうだから。これが今、ヒールアップ。今度はカントはこっちの向きだから、そうね。ビンディングがこうなるのね。だから45度に対して、こうなればいいんで、これを、で、例えば8。で、ここも8って書いてあるんだけど、こう合わせると、8で8、まあ見づらいと思うけど、88って書いてあるんだよ。マックス。そう、下側の数字がここから見えるんだけど、本当だ。そうすると、こう見た方がいいかな。これが一番角度がついてますよと。で、先ほど言ったヒールアップだけ。こういうの。はいはい。かかとだけ開いてる。上がってる。場合には、アングルに対してなんで、こう乗せたときに、こうなればいいのよ。こうじゃなくて、こう。8がかかとのところに来ればいいってことか。オッケーオッケー。これが、そうだね。ちょうどこの数字が書いてあるところが噛むから、金属の場所。そう。わかるかな？見てもらって。この数字が書いてあるところと金属がこうあるのね。合う場所。この状態で今度はここ。よいしょ。合わせると。でここで締めると。でこんなのね手でやってるとね疲れてめんどくさいんで。いつものこれをうりゃーっと。逆じゃね。結構ね締めてもまたその後入るからこうちゃんと締まったとしてもちゃんと手で締める。これ大切ね。これマシ締めってこれマシ締め。これマシ締め。ぐっと結構締まるから本当にもうがっつりネジがね動かなくなるまで締めちゃってください。なんかグラグラして危ないんで。でこうなってどうなってるかっていうとさっき言ったかかとが上がってるよって話をしたんですけど、わかるかな。これでこれ見ればからすごいこう角度がついてるでしょ。かかとが一番高く上がってるっていうセットです。これがそうヒールアップ。でこれはねまあこのセッティングした時にこれがいいか悪いかはまあ別として、こういうセッティングができるんでこれでまず滑ってまずやってみてください。で、ヒールアップをすると利点が一つあって、スタンスをもっと広げられるんだよ。前で出て説明するけど、これスタンス。こういうことね。こういうこと。でスタンスがまあ前も言ってんだけどスタンスが狭いと不安定なんだよ。広ければ広いほど安定するんだよ。こうやってね。そうね。で抑えられる。うちらが使ってるハードブーツ今見せますけど。このブーツってここのなんだくるぶしのところは絶対こういう風に動かないんだよ。そうね。これ動いたら多分相当なパワーがある人ね。多分壊れるだけで。そう。フリースタイルのソフトブーツだと多少はこうブーツも動くのとビンディングもねハードじゃないから多少遊びがあるのね。なんでこういう風にねスタンスを広く取っても思いっきりこうなるとさダメじゃん。ガニ股じゃない。でもこういくとさ辛いじゃない。辛い。それで腰を落とすとかかとが浮くのよ。なんでヒールアップこのかかとだけ最初に上げとけば自然にスタンスが広くてもいい感じで取れるっていうものをつけないとアルペンスノーボードは難しいです。で次にカントだけ。カントだけ。そう。でちょっと見てもらっていいかな。今45度でしょ。45度。はいこれね。で今度はフルにカントを入れます。ってことはここね。こうとこうだから、これが今ヒールアップ。こっち今度はカントはこっちの向きだから、そうビンディングがこうなるのね。こういう風に。だから45度に対してこうなればいいんで、これをぐるって回せばいいだけです。また下の円盤を回して高さを調整するってことだね。そう。取れましたと。でさっき言った45度こう乗ってたんで、ここ45のここのラインね。このラインに対してこうだね。今度は8。この8。ここが45だ。そう。とこう。でこう。わかる？でこれがマックス8のポジションにこの45度が来る。そう。そのアングルに対して直角って言った方がいいかな。そうだね。直角だ。90度ね。そう90度この直角。対してここに乗せてあげるとこの辺から見るとかな。これ斜めだからね結構ね写し方が難しいのよ。分かりづらいね。だからビンディングがすげえ斜めになってるでしょ。ここが正面だとここが一番上がってるように見えるとこっちが一番低いんだよね。そう。これがカントと呼ばれるものです。でさっきやったのはヒールアップだけ。今やったのがカントだけなんですけど、これはね
エビドね欲張りなんで、うん両方欲しいんですよ。カントもリフトも欲しいの。ああ、はいはいはい。カントもヒールアップも欲しいんで、そのやり方をね、ご説明します。そっか。横もかかとも上がってる。そうそうそう。そんな感じ。そんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。ああ。これをまずばらします。このように。で、先ほど言ったように、まず、こっちも一番、こう、高さから8のところ。まあ、これどっちでもいいんですけど、今回はこの下側をヒールアップ。ああ、下側がヒールアップ。ってことは、ここに来るってこと？そう。ここが 8？ そう、こうなった時に、ちょうどここでしょ？ってことは、斜めで8。ここが8ね。そう、ここが8。そうすると乗った時にこうなるでしょ？かかと部分が一番高くなる。次、こうしたいのよ。で、その時は、今度は、ちょうどここら辺だね。45度に対して。こっちのピンが出てるところに8を持ってくる。そう、8を持ってくる。こういうこと？そういうこと。これで OK。分かってるね。ここのピンが出てるところが8だから45だからね。45で。下のピンが出てるところの45が8。OK。で、これを合わせると。そう。これでいいんか？そう。OK。これを取り付けます。はいはい。だからね、88で合わせた時よりも、角度がちょっと少なくなっちゃうんだけど、どっちものね。そう、どっちもの角度が少なくなっちゃうんだけど、まあそこら辺はしょうがないよね。まあこれの限界って。これの限界。このユニカの限界はそこ。するとどうなるかというと、まずこっちから見ると分かるかな。カントがついてるでしょ。あ、はい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 、ついてるね。ここね、ここそうそう。これが斜めになってて、こうやって斜めになってるでしょ。で次にヒールアップ。ここら辺？ここだね。ここ下側がマックス高いところにあるってことね。そうそうそう。はいはいはい。だからこれがこっちが下がってこっちが上がってる。上がってる。こういう角度。プラスこう。それがこうなってここの45つけてる8のところとかね。はいはいはい。でこれが例えばアングルがもっと前に向くと、これもこうユニカンも回さなくちゃいけないのよ。アングルに合わせてユニカンの位置も変えてあげなきゃいけないってこと。そうそうだよね。じゃないと横の部分が変わってきちゃうってこと。まあ極端に言うとこう90度っていうのかな。フリースタイルでよくまあ横してこれだとおかしなことになるから、その時はその8の部分がここになって、自分がここになって、8と8は90度だよね。そうだね。なるほど。そうすればいいのか。そうです。入れる。前も入れるといいんだけど、まずは後ろだけ入れてみてください。後ろ足だけ入れて、姿勢がこんな感じの姿勢になるから。姿勢がベタからこうなるってこと。そうなの足が。黄色アップ。こうなってこうなんだよ。あ、こういう感じね。になるってことね。っていう姿勢で滑れるっていうこと。そう。これはカントだよ。普通こうでしょ。これがヒールアップ、カント。こうなるの。そうすると自分たちが毎回やってるロンスケのこういう姿勢が取れるのよ。でスタンスも広くできるんで、でスタンスが広くなると何がいいかというと、このエッジがいっぱい使えるの。ここのエッジがずーっとできるだけ広く使える。そう。スタンスを広くすればするほどエッジの使える幅が広くなるんです。短くすればするほどエッジの使える部分が狭くなっちゃうから、だってここから踏むのとここから踏むので違うじゃない。違うね。そう。前足で捉えて、でここら辺使いたいでしょ。使いたいね。ここから使いたい。そう。で後ろもいっぱい使いたいじゃん。使いたい。だっていっぱいあんだもん。いっぱいあんだもん。いっぱいあるもんね。そう。いっぱい使いたいからいっぱいスタンスを広げたいんだけど、ハードブーツの場合ね、先ほど言ったけど広げると大変なことになるんですよ。なんでこういうアイテムが必要ですよっていうお話なんですね。ああ、オッケー。なるほどね。そう。でこれがあると、こう踏み方もちょっと変わってくるんだけど、まあねこんな感じでね取り付けるんですけど、世の中にはねこの角度では足らないって人がいるんだよ。私ですか？ええ。それ今からご紹介しますので。はい。お願いします。まず全部外します。もうねこれがないとかけらんないんだよね。ここにかけるここ？あ、そうね、ここね。